皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日も前回に続いて、高校野球について喋りたいと思いますが、はい、ゲストは、宇治原秀明さんと、はい、それと小林信江さんです。はい、私は宇治原さんの肩書きが大好きなんですけれども、宇治原さんの野球の素晴らしさでしたっけ？野球の面白さでしたっけ？を伝えるジャーナリストという。はい、そうですね。野球の魅力を伝えるジャーナリストです。そうだ、ごめんなさい。野球の魅力を伝える。あれいいですね。はい。だって最近はね、野球の魅力を伝える人が、スポーツ記者なんかにもいなくなってきて、それこそスポーツ新聞やなんかでもね、サヨナラホームラン打った選手なんかが出たりしたら、なんか乾杯してる写真とかね、出してね、要するに野球のホームランを打ってる時の写真を出すとかっていうのが少ないですもんね。だから野球の魅力っていうのが分からなくなってきたなという時にね、その野球の魅力を伝えるジャーナリストって考えた。はい。これかなり考えられました肩書き。いや、そんなにそうでもない。というか、今、ネットメディアが主流になってきて、やっぱりネットメディアって基本的に広告ビジネスじゃないですか。はいはいはい。で、そうなっていくと、やっぱり目立つ記事を書かないと読まれないっていう風潮が強くなってきて、今の記者もそうですし、フリーランスの記者もそうですけど、多くの人が、自分で気づかないうちにそういう記事を書く方向に向かっていっちゃってるんですよね、みんなが。そういう記事っていうのは要は野球の面白さよりも、要はトピック的に売れるというか、もう見出しとか、裏話。はいはい。見出しで目立つような、はい、そういうのが目立つ、トピックになるようなものを書こうとしてて、本来の今日のゲームの素晴らしさだったり、今日の大会の良さだったりとか、その選手の本当の素晴らしさだったりっていうのが、世の中に伝わらなくなってきてるなっていうのは現状としてずっと感じてきてたんで、それを伝道師になりたいなというのがあって。なるほどね。いや、それは本当素晴らしいことだと思いますし、高校野球に対する改革論やなんかもいろいろ喋っておられるのも、面白いと思うんですが、私また高校野球でね、また面白いこと一つ発見しまして、というのは、かつて佐伯達夫という人がいましたよね。日本高等学校野球連盟の会長の佐伯さん。この方が戦後になって、高校野球を復活したいと思った時に書かれた文章というか言われた言葉なのかなが、高野連のホームページに出てたんですよ。その中に、要するに野球をやって、高校生をみんな体を鍛えたいと。なぜそんなことするのかっていうときに、健全な精神は健全なる肉体に宿るという言葉があるようにという言葉が出てきたんですよね。この言葉はね、間違いなんですよね、実は。それに今まさにね、今頃の時代にね、健全な精神は健全な肉体に宿るなんて言ったら、これ差別用語で怒られますし、それから、そこまで言われなくっても何をアホなこと言ってるんだっていうことなんですが、こういうことを今も書いている高野連に、やっぱりがっかりするなというところが私なんかあって、ほんでそこで夏の甲子園大会、それに地方大会ですね。地方大会も暑い時にやってますけれども、これ、まだこのまま続くんですかね、宇治原さん。そうですね。まだその他の競技より、野球がまだ部活動で成り立ってるのは、まだ競技人口が、まだね、成り立ってるところがあるからできちゃうっていうのが、あると思うんですけど。まだ成り立ってる。まだ成り立ってる。部員数が少なくて、合同チームとかっていうのは増えてるんですけど、でも、それでもちゃんとできる学校がまだたくさんあるので、だから中学校ほど苦労はしてないんですよね。地域移行までいかなくて。なるほど。現状はあると思う。ちょっと調べてみましたら、
高野連に登録した、高校野球の登録している人数、これの一番多かったのは2014年ですね。2014年に17万312人。はい。それが、今では12万5381人ですから、だいたい5万5千人ぐらい少なくなってるんですね。10年間のうちに。これ結構な、まあ減り方。で、学校で言うならば、2005年が一番多かったんですけれども、2005年に4253校あったのが、2025年は3768校。ということは500校ぐらい、10年間のうち、20年間のうちに500校ぐらい、野球部がなくなったという感じなんですけれども、これはまだ呪いパターンで、このまま続いていくことは可能であるというような感じですか？まあ、可能であるとは言えないですけど、でも、そもそもが僕は多すぎたと思うんですよね、競技人口が。おっと、はい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 。やっぱり多かった、まあ異常なぐらいに、多かったっていうところから、まあ、だいぶ減ってきてる状態を、見逃してはいいわけではなくて、必ず止めないといけないんですけれども、その20年前、僕がもう30年前か、僕が高校生の時に比べて、今って継続率がめちゃくちゃ上がってるんですよね。僕らで70%ぐらいだったんですけど、今90%ぐらいなんですよ、継続。継続率というのはどういう感じのこと野球部員が入って、そこから辞めないってことですね。退部しない。辞めないと、なるほど。なるほど。はいはいはい。っていうのが上がってきてるっていうのは、そこはやっぱりいろんな指導者が努力をされて、野球の、要は野球部にいててもいい状態、辞めたくない状態になってきてるっていう感じだと思うので、その状態はこれからもキープし続けていかないといけないと思うんですよね。要は辞めたいと思う野球部になってたから、競技人口って減ってきたと思うんですけど、それが辞めたいと思わない野球部にだいぶなってきてるので、そこはプラス面で、今後もそういうのが保たれれば、まあまあ、部活動としては成り立っていくんですけど、ただ、その指導者の意識とかが今後も変わらない。今、学び続けて、もっともっと野球を楽しませるっていうふうに変わっていかないと、減っていくと思います。どんどん。私も昔は高校野球取材していてことがあったんですけど、最近それこそもう20年以上してないので、具体的なことがよくは知らないところがあるんですけれども、昔私が取材してた頃は、もう目の前で暴力も見ましたしね。目の前で、生徒を殴っている監督っていうのは全然珍しくなかったですし、それを朝日新聞の記者なんかと平気で座って見ていて、これは誰も何も言わなかったっていうような状態だったですが、そういうのはもう今はなくなったですか？まあでも10年ぐらいですよ。その暴力が減ったのは。本当にでも。そうですか。10年前ぐらいまではまだありましたし。ありました。そうですか。見たんで、そこはまあそうなんですけど、やっぱりまあ例えば野球部員が多かったら、一軍に入れないとほったらかし状態だったと思うんですよね。そういうのは今はもうなくなって B チームだったり C チームがあるので、B チーム同士で練習試合をしたり、C チーム同士で練習試合とかできるので、野球部に入っても嫌な思い、ずっと試合出れなくて終わったって、公式戦は出れないかもしれないんですけど、出れなくて終わるっていう子は減ってきてると思うんですよね。なるほどね。要するに、球拾いだけで終わるような子供がなくなってきたっていうような現実はあるということですね。なるほど。小林さんどうですか？高校野球から離れられている小林さん、今の私と宇治原さんの会話を聞いていて、どのような感想を持たれたでしょうか？いや、どっから言えばいいかわかんないんですけど、前回も言ったやっぱり観客動員はどうなのかとか、高校野球は甲子園がすごく人気がなければいけないんだ的なね、やっぱり前提がまだあると思うんですよ。でも宇治原さんも言ってらっしゃるように、別に高校野球は観客のためでもないし、甲子園のためだけで、まだ甲子園なんか出れる学校はほんの一部ですから、ただそこからどういうふうに脱却できているのかなというのがまだ僕には見えないというかね。もちろん B チーム、C チームとか、楽しむ野球とか、変わってきてるのは僕も聞いてますけれども、でも一方で、
じゃあなんでその名門、甲子園に近いと言われる学校には、未だに多くの選手が集まってしまうのか。それはつまり、高校生の、なるほど。自分の実力はともかくとして、そういう学校に行きたい。できればそこで選手になって甲子園行きたい。それはどうしても頭の最初に来る。で、僕もっと言うと、判断力のない子がどんだけいるんだと思うんですよ。これ、大人、すごい、辛辣な大人たちはみんなね、あいつがあそこ行ってどうなると思ってんだと思うけど、どうしても行きたいって言うんだよみたいな会話は昔からよくあるんだけど、なんでなんでしょう、自分のその力量やあるいは人生設計を考えたら、違う環境に行って、もっと違うやり方で高校野球をやればいいよというふうに親も子も判断できない。そこまでの高校野球の意識が変わってるとはまだまだ言い切れないなというふうに感じますが、その点はどうなんですかね。どうなんですかね、宇治原さん。今の小林さんの指摘、非常に面白いと思うんですけどね。高校生たち、野球を目指す高校生たちの意識改革の方まではまだまだ進んでないだろうというようなところはいかがですか？おっしゃられる通りで、これには大人の影響もものすごく大きいと思うんですよね。一つは、強豪私学の、言ったら、レギュラーにもなれないようなところに行かせることがステータスというか、例えばあるボーイズリーグで、ある子供が大阪桐蔭高校に行くって言って、で、じゃあ、宇治原は、どこからも声かかってないけど、大阪桐蔭は一応取ってくれるから行ったら、うちの息子は大阪桐蔭に行ったよって言わせたい親がいるとか。おっとっと、なるほどね。あるいは、その中学校のボーイズリーグとかも、そことの関係性があるから、もうレギュラーってならないって分かってても、そこに、行かせたい。はい、で、逆に、すべての私学がやってるわけじゃないですけど、例えばある県の私学だと、例えば枠が30人ぐらい、あったとして、で、要は、県のいい選手がいて、その選手はうちの戦力には必要はないけれども、いいピッチャーだと。いいピッチャーで、これが公立高校のどっかに行ったら、その公立高校が強くなってしまうんです。ひょっとしたら、負けてしまうかもしれない。でも、その子を自分の3軍に抱えとけば、ジャイアントキリングされなくて済むんですよ。そう。で、その子の親は、うちに来たいと言っているって、利害関係一致するわけですよ、そこで。なるほど。そういう部員がやっぱ生まれてしまうんで、僕たまに、保護者から相談を受けるんですよ。そういう、どこの高校に行ったらいいですかって。僕、行ったらいい学校、行ったら行けない学校とか言わないんですけど、どういう呼ばれ方をしてるかちゃんと見た方がいいっていう話は、ちゃんとするんです。そういうふうに、要は、抱き合わせで、何々だから、言ったら、大谷翔平選手、大谷翔平ないな、藤浪晋太郎選手を取りたいから、代わりに、そこのチームのもう一人を取るとか。そんなんだったりとか。そういう、大人の、ちょっと汚い部分がまだあって、そこに子供が巻き込まれてるっていうのが、一つあるっていうのと、もう一つは、単純に公立高校にどんな学校があるかの情報が少なすぎるんですよ。要するに野球部でどういう指導をしているとか、どういうクラブ活動をやっているかっていう情報が少なすぎると。そうです。そもそもどんな監督かがわからないというか。なるほどね。だから最近は SNS を使ってその宣伝をしているチームがむちゃくちゃ増えて、そういう学校に選手が集まりやすくはなってます。もちろんそれは。なってるんですよね。今、宇治原さんが言われた。いや、大変。いいですか？今、宇治原さんがおっしゃったことはかなり改善の糸口になると思うんですけども、今の手口はもう随分昔から言われていることなんですけど、例えば、俺こんなつもりじゃなかったけど、結局そういうことだったのかって分かったときには、もうどうにもならないんですね。で、それは、そうですね。
プロ野球だったら、ちょっとトレード志願とかね、現役ドラフトかけてもらえばいいんだけども、プロ野球は移籍ができないので、もう監督は騙して入れてしまえばこっちのもんなんですよ。そういうことも、改善されてない。改善されてないですね。そうか、今、でも、宇治原さんのお話聞きながら、私の頭に浮かんだのは、V 級ジャイアンツの時の巨人のやり方なんですけどね。あの選手、他のチームに行かれたら嫌だから、こっちで取っとこうとかっていう。まあ、だからそういうような流れもあったりとかっていう、なんかプロ野球もどきの高校野球とは言えないようなものがあって、今小林さんが言われたように、そのあたりからは直していけることだと。いうことですね。これ、でも誰が指導したらいいんでしょうかね。高野連の会長って別にそんな命令とか、方針とか出したりしませんよね。あとは部員制限することですよね。部員制限を、その高野連でルールとして作ると。部員はこんだけに、一つの高校でこれだけやらないと、これだけではないといけないというふうにね。でもどうでしょうか、前回の話と最後に小林さんが言われた、高校単位というものをいつまで続けているのかということについては、これを崩すのは無理ですか？宇治原さん、どう思われますか？いや、でもいずれ崩さないといけない時期は必ず来るとは思うんですよね。そんなに。要するに、クラブチームの方に移行していくようなことが、起こるということですかね、いずれは。そうですね。まあ、それが本当に甲子園の大会に出れるかどうかっていう問題はどこまでできるかもわからないですけど、やっぱりその教員というか、ね、必ずしもそこに部活動があるかどうかわからない、教えられる人がいるかどうかわからないっていう時代がやってきた時には、やっぱりそういうのに関係なく、地域のチームっていうのが、まあ、できるっていう時代は、まあ、来てもおかしくはないと思うんですけどね。今、さっき小林さん、このあたりから改善できるだろうと言われたプロもどきの選手の取り方、スカウティングの仕方ということなんですけれども、これはどのあたりから、それ改善できるとお考えですか？でも、まあ、それは、内橋さん言われたように人数制限とかもあるけども、まあ、せっかくなんで、根本的な言い方をすれば、甲子園をやめることですよね。甲子園があるから甲子園がある限り、やっぱりみんなそこ行って、そこを守ろうとする方向に大人たちも子供たちも動くわけじゃないですか。で、もし今日突然どうするんですかっていう、そこですよね。だから、ある意味、戦争で甲子園は中止になりました。まあ、その時に僕はまあびっくりしましたけど、8月15日の翌日にもう佐伯さんは、あれどこだっけ、朝日新聞かな。直談判に行くわけですよね。もうすぐここへ来て。これはすごい情熱。朝日新聞社に行くわけですよね。すごい情熱だと思う一方で、これが何かの始まりだったのかなとも思うんですよね。あの時に、まああの時はまだクラブシステムっていうのは無理だったと思いますけども、僕はやっぱり甲子園、僕はすごい何か破壊しようとしてるように誤解されがちですけど、その甲子園はいらないとか言うと、ただ、高校生やその親御さんや、もしかしたら高校野球の指導をしている人たちの、もう本当に健全な未来を考えたら、甲子園さえなきゃこのこだわりを捨てられるのにっていう、これ早く誰かが救ってあげなきゃっていう気持ちはありますね。それは非常に面白いというか、有意義な指摘だと思うんですが、宇治原さんも甲子園という病というタイトルの本を作られたぐらいで、甲子園に対する、甲子園の引力に対する何か無条件で惹かれるものってあって、一度私が記憶しているのは、南海大会かの
記念大会の時に、甲子園球場と西宮球場で同時にやった時があったんですよね。その時の西宮球場が、お客さんが全く入らずに、もう応援団席にしかいないと言ってもいいくらい観客がいなかったの、私今でも覚えているんですね。で、それは西宮球場にとっても、なんとか、見栄えの問題もあるのかななんて思ったんですけども、甲子園という魔力、これは宇治原さん、その魔力は感じられますか？小石原さん自身も。どうですか？まあ、甲子園という球場の素晴らしさとか、そういう、はい。歴史的なものっていうのは、まあ、あるのはあるとは思うんですけど、うん。なんかね、甲子園に、ちょっと、なんていうのかな、重たさをいろんな人に求めすぎてるので、もっと気楽に野球できるのになって思います。うん。なんか、一試合一試合の注目が、はい。今、小林さんの言われた甲子園をやめたらっていうのにはどう思われます？例えば北海道でもっと涼しいところの球場でやりましょうと言ったら。じゃあ、それは全然いいと思います。はい。別に甲子園にこだわりっていうのは、宇治原さん自身は持ってないという感じはい、ですか？僕は全国大会はやったらいいかなと思いますけど、それが甲子園じゃないとはい。いけないっていうのはあんまり思ってないですよね。なるほどね。うはい。はい。ん。というと、私なんかで心の底に甲子園というこだわりがあるのは、少し私が阪神タイガースファンだから、そういうのもあるのかなっていうのも思ってしまうんだけれども、何か魔力を感じてしまうところがあるし、それこそ、小林さんと一緒に、夏の甲子園がいらないって言っても、この真夏の甲子園はという方は、これ大会の話であって、甲子園球場の魔力自体は、なんか存在するような気がしているんですよね。それを打ち消すため、魔力を消すためにも、北海道にいい球場を作ろうというようなところで、あってもいいとは思うんですけどもね。僕は田中がおっしなゃったね。んていうと、はい。はい。涼しい。今年はなんか北海道の方が暑いとかってなってますけど、そうそうそう。そうなんですよね。涼しい、北海道に甲子園球場と同じようなデザインの球場を作ればいいじゃないかっていう、これは素晴らしいアイデアだと思いましたね。僕も魔力っていうか、伝統の舞台とかね、そういうのはもう長くやっぱりスポーツを愛してきた人間として、それを全て否定するという気持ちがあるわけじゃないので、本当に北海道に甲子園があればいいのにっていうのは、これすごいいいアイデアだと思いますね。やっぱりそうなんか。宇治原さん、私と小林さんの意見、なんか古いおっさんの意見だとか思われませんか？別に。どうですか？いや、だからもうそもそもでも、例えば、豊中球場から甲子園球場に移った時って、はい。みんな、はい。その当時の人はひょっとしたら嫌だったかもしれないじゃないですか。ひょっとしたら。なるほただ、ど。甲子園から変わるときって必ず絶対誰かは嫌がるんですよ。嫌がるけど、でも、それが定着していけばそこが聖地になっていくわけなので、そこに恐れることなく僕は向かってほしいなというのは思いますけどね。なるほど。だったら高校野球というものの全国大会はあった方がいいと言われる、宇治原さんの意見としてはそうだということですね。なはい、るほそうです。どね。ということで、第2回目もなかなか面白い話が、出てきたんで、このあたりを第3回目にまとめて、甲子園、夏の甲子園大会と言いましょう。それの大改革案を第3回目では話し合いたいと思います。宇治原さん、小林さん、もう一回よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、お願いします。ありがとうございます。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、高校野球はどうあるべきか、その現在地と未来を考えるのエピソード3、高校野球はどう変わるべきか、また変わらなくてもいいのかです。引き続き、井原さんと小林さんとともにお送りします。
それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。